いやー、さすがだね。君に任せた甲斐があった。だが、ここでもう一押し、海外のクライアントに向けて、英語のプレゼンもしてくれれば完璧なんだがな。新人の女性社員に無理やりプレゼンを押し付けた挙句、今度は英語でのプレゼンをしろと強要してくる部長。いくらなんでも、いきなり英語でのプレゼンなんて無理です。はぁ？君、今日は海外の役員も参加することは伝えてあっただろう？だったら、それに備えるのが常識じゃないか？そんな。何の準備もせずに、いきなり英語でプレゼンしろと言われ、新人美人社員は顔色をなくして涙目になっている。もう見ていられない。部長、英語でのプレゼンなら俺に任せてください。はぁ？無能のお前が？部長はできるものならやってみろと鼻で笑うが、俺が話し出すとその顔色が徐々に変わり出す。さあ、これから今までのお返しをたっぷりとしてやろうじゃないか。俺、赤木誠は日本でも大手の車部品のサプライヤーに勤務している。つい最近までは地方の支社で働いていたが、今回本社の花形である営業一部に配属された。今回新しく営業一部に配属されたのは俺を含んで5人いて、中には美人で有名な雪村愛さんもいた。配属初日の挨拶で早速営業一部の福田部長から挨拶があった。新人諸君、この営業一部は社内の核となる精鋭部隊だ。当社の優れた商品を国内外にアピールし、市場を開拓していくのが我々の仕事だ。契約一つで数億から数十億の金が動く。ミスは命取りになることを肝に銘じて動くように。1に売り上げ、2に売り上げ、3から10まですべて売り上げだ。とにかく売り上げを増やせ。いいな。福田部長は威圧的にそう怒鳴り、新人の顔をゆっくりと見回す。そして、俺の顔を見た途端、見下した表情で、いびつな笑みを浮かべた。おやおや、またお前と一緒になるとは思わなかったな。地方の営業所勤務からよく本丸に戻れたもんだ。まあ、すぐまた U ターンするかもしれんが、その間はくれぐれも迷惑をかけないでくれよ。部長は俺を蔑んで個人攻撃を仕掛けてくる。周囲の新人たちは今の言葉で、俺が以前何らかミスをしたと認識したようだ。以前、俺と福田部長は本社の広報部にいた。入社当時はやる気にあふれていて、少しでも多く契約を取ろうと人一倍仕事を頑張っていた。部長はそんな俺が目障りだったらしく、ことあるごとにきつく当たってきては無理難題をいくつも押し付けてきた。部長は自分の気に入らない社員を見つけると必要な嫌がらせをしてくる。俺が本社から支社に異動となったのも福田部長の嫌がらせが原因だ。おそらく今回もその延長なのだろう。案の定、福田部長はことあるごとに俺と他の新人たちを比較し、チクチクと嫌味を言ってきた。特に美人の雪村さんと俺を比較しては、彼女の業績を褒めたたえた。いやー、雪村くんはさすがだね。東大卒で仕事もできる。その上美人だ。天は二物を与えずとは言うが、君の場合は二物も三物も与えられたようだ。私も鼻が高いよ。この調子でバンバンやってくれ。とんでもないです。すべては部長や先輩方のご指導のおかげです。はあ、それに比べて
赤木は何をやってるんだ？少しは雪村くんを見習ったらどうだ？まあ、地方では売上成績が良かったかもしれないが、ただの運だろ？鼻からお前には期待してないが、俺の足だけは引っ張らないでくれよ。もしまたヘマしたら、今度はもっと遠くまで飛ばしてやるからな。はい、肝に銘じます。肝に銘じるだ？適当な返事してるんじゃないぞ。ちゃんと理解してたら、売り上げがこの倍にはなるだろう。お前、本気でやってるのか？いい加減にしろよ。実は、俺の業績が悪いと言われてはいるが、すでにノルマは超えている。部長はあえてそれには触れない。他の新人たちは、自分よりも成績の良い俺が嫌味を言われていることに、若干違和感を覚え始めているようだった。赤木さん、業績もちゃんとあるのに、なんで部長あんな言い方？部長は気に入らない部下を徹底的に叩く。そういうやつだ。一方、期待の新人である雪村さんは、その美貌ゆえか、軒並み契約件数を伸ばしている。取引先の上司は、軒並み男ばかりなので、いきなりとびきりの美人が営業に現れたら、それは気分がいいに決まっている。俺は取引先のスケベ親父どもの本性をよく知っているので、この先彼女がトラブルに巻き込まれなければいいなと心配していた。雪村さんはさすがだよね。美人な上に仕事もできて。赤木さん、養子のことを言うのはやめてください。美人だからって私が何の努力もしていないと思ってます？私は今まで顔だけの人間だって言われないように人一倍努力してるつもりです。ごめん、俺が少し無神経だった。俺の無意識な言葉が彼女の勘に触ったのか、彼女の毒舌は止まらない。そういう赤木さんはなんで営業一部に配属されたんですか？ここはセールスに関する精鋭の集まりですよ。田舎支社では売り上げを倍にしたって聞いてますけど、それって本当ですか？正直、あなたの勤務態度を見ていると、全然頑張りを感じません。この部に配属されようと頑張っている社員はたくさんいるんです。やる気もないのに、その貴重な一枠を占領しないでくださいますか？ごめん。そうやって、いつもヘラヘラして、やる気がないなら、いっそ人事に異動願いでも出してください。おそらく彼女は美人だというだけで、今まで他人から顔だけの人間だと思われてきたのだろう。だが、彼女はそれを知りながら、負けずに努力を続けている。そんな彼女が営業一部で業績1位になることは至極当然のことだった。部長は雪村さんをさらに可愛がった。雪村くん、この後、取引先の部長と会食があるから、一緒に行くぞ。はい、喜んでご一緒させていただきます。こうやって、彼女が取引先との接待に駆り出されることが多くなった。彼女は自分が美人接待要員として部長にいいように使われていることを理解していない。ねえ、雪村さん、時間外での接待は会社からも推奨されていないよ。いくら福田部長と一緒だからって、あまりお勧めできるものじゃない。正直、部長とは少し距離を置くべきだと思うんだが。それは、私に対する嫉妬ですか？ねえ、赤木さん、ノミニケーションって言葉知ってます？私、今が頑張り時なんです。私はもっと上に行く。やる気のないあなたと一緒にしないでくれます？俺の助言は全く彼女に聞き入れてもらえない。そんなある日、雪村さんは部長に大きなプロジェクトのプレゼンテーションを任せたいとの指名を受けた。雪村くんなら大丈夫だろう。
このぐらいはささっとそつなくこなせるさ。社運をかけたビッグプロジェクトだ。新人で抜擢されるなんて名誉なことだぞ。はい、頑張ります。このプロジェクトは会社が新しく開発した EV 用の制御基盤を国内外に売り出すためのものだ。営業部のみならず広報部や開発部も加わって大々的なプロモーションを行うことになっている。だが正直に言って、この大きなプロジェクトのプレゼンを新人に任せるというのは正直かなり無謀だと俺は思う。広報部からは反対の声も上がっていた。だが、プレゼンの大変さを知らない他の社員から見れば、有名大学出身のエリート美人社員を広告塔にしたようにも見て取れる。一部社員には部長と彼女の関係を色眼鏡で見て噂する者もいた。とにもかくにも話題性は抜群だろう。だが、新開発の商品ということで、以前の制御基盤との費用対効果を含めたデータの比較や、他社製品との比較、そこからの乗り換えをアピールする点においても、資料の量は膨大だった。到底一人で処理できる量ではない。もちろん、開発部門や製造部門もいろいろと協力してくれているが、それでも彼女一人の手には負えるはずもない。資料作りだけでも大変なのに、彼女の場合、ほぼ連日部長から飲みに誘われているのも知っていた。毎日残業に明け暮れ、ろくに寝ていないのか、顔色も悪くなっている。目の下にくっきりとクマができ、せっかくの美人が台無しだ。なあ、雪村さん、俺にも何かできることはあるはずだから手伝おうか？会議室で懸命に資料をまとめる彼女に俺が声をかけると、今まで見下していた相手に情けをかけられたとでも思ったのか、彼女が俺を睨みつける。大丈夫です。赤木さんに助けてもらう必要はありません。私だけでもちゃんとできます。しかし、このままではまずいと思った俺は、彼女に食い下がった。そう、でも無理して倒れたら大事なプレゼンができなくなっちゃうよ。資料整理とか裏方ぐらいなら俺にも何とかできると思うんだけど。下手に出てそう言うと、彼女は少し考えた結果、理を選択したようだった。じゃあ、本当に少しだけ、他社製品との比較表をまとめてもらってもいいですか？ああ、もちろんだ。それから俺は彼女のプレゼン用の資料作りを手伝うようになった。実際に手伝って改めて感じたが、この作業量は尋常ではない。これは福田部長の思惑が絡んでいるような嫌な予感がした。はい、雪村さん、これでいいかな？俺はまとめた資料を雪村さんに手渡した。え？もうできたんですか？この資料、すごい。わかりやすくまとまってるわ。こんなに手際よく整理できるなんて。赤木さん、あなた、一体何者ですか？俺？ただの平社員だよ。喜んでもらえてよかった。でも、この仕事量は異常だよ。このまま一人でやってたら、絶対に体を壊すよ。俺が手伝ったことは内緒で構わないから、これからも少し手伝わせてくれないか？え？いいんですか？もちろん。ありがとうございます。本当は膨大な量だったので、どうしようかと思ってたんです。これだけ頑張っている彼女の努力を無駄にするわけにはいかない。あの部長の思惑通りにさせるわけにはいかない。俺は少しでも彼女の負担が減るように力を尽くした。その甲斐あって、プレゼンの資料は会議前日には準備が終わった。赤木さん、ありがとうございます。赤木さんに手伝ってもらわなきゃ、とてもここまでできませんでした。いやいや、雪村さんの頑張りがあったからだよ。とにかく、
あとはプレゼンを成功させるだけだ。頑張ろう。こうして俺たちは社運をかけた新商品のプレゼンテーションに臨んだ。今日のプレゼンには大手自動車メーカーの重鎮たちが勢揃いしている。海外の役員たちもネットを通じて参加している。資料を一から読み解き、様々な観点から利点をうまくまとめただけあって、彼女の要領を得たプレゼンテーションはよどみなく進んだ。とびきりの美人が笑顔で説明をするので、相手側も終始機嫌よく話を聞いてくれた。かなりの好感触である。彼女がプレゼンを終えると、部長が彼女の隣で言った。いやー、さすが雪村くんだね。見事だったよ。君に任せた甲斐があった。ありがとうございます。これも部長が推薦してくださったおかげです。これから質疑応答に移ろうとした瞬間、部長がとんでもないことを雪村さんに言った。ただ、今日は海外のクライアントも多いから、あと一押しできれば完璧なんだがな。それはどういう？例えば、ここで君がかっこよく英語でのプレゼンを決めるとかね。え？なーに、君は有能なんだ。それぐらい簡単にできるだろう。そんな、無理です。何の準備もなくいきなりなんて。いきなりとは？前もって英語でのプレゼンの可能性も伝えていただろう？いいえ、プレゼンは日本語だけでいいって、英語でする話は聞いてなかったです。はぁ？ここでできない言い訳か？君、今日は海外の役員も参加することは伝えてあっただろう？だったら、それに備えるのが常識じゃないか？そんな。最初にプレゼンの資料を準備する際、彼女は確かに日本語の説明だけで構わないと言われていた。普段、英語での日常会話ぐらいならできるが、専門用語を含めたプレゼンテーションの実施となると、さすがに難しい。そんな無理難題にもかかわらず、部長はさらに彼女を追い詰める。なんだ？できないのか？君、東大卒だろ？言われたこともまともにできないんじゃ、このプレゼンは失敗決定だな。でも、中途半端な英語でプレゼンするのはもっと。口答えするな。やれって言われたらやるんだよ。俺はどんどん顔色が悪くなり、青ざめる雪村さんを見ていられなくなった。部長、英語でのプレゼンなら俺に任せてください。はぁ？お前が？英語なんてお前には無理だろうが。やってみないとわかりませんよ。お前、またあの時の二の舞になるつもりか？次はもっと遠くに飛ぶことになるぞ。覚悟の上です。俺はすっと彼女の前に出て、流暢な英語でのプレゼンテーションを始めた。まずは手始めの挨拶から。取引先の重役たちに新商品の紹介をさせてもらえる感謝を伝えた。加えて、当社の新製品が開発された経緯や、新製品の良さを余すところなく紹介する。最後は、この商品を使うメリットと、取引後の会社の利益について、具体的な金額を交えてのアピールだ。ペラペラとよどみなくプレゼンテーションをすると、海外の取引先の重役たちから、エクセレント、アメージングと称賛の声が飛ぶ。だが、俺はそれだけにとどまらない。インドや中国の役員たちに向けて、ヒンディー語や中国語でもプレゼンを行った。部長は驚きのあまり、ポカンと口を開けたままこちらを眺めている。先ほど同様、拍手喝采が巻き起こる中、俺は無事に他国語でのプレゼンテーションを終えた。もちろんプレゼンはうまくいき、俺たちは
数社の大手企業と契約を結ぶことに成功した。その際、取引窓口をぜひ俺にしてほしいとご指名が入るほどだった。数時間後、社長室に呼ばれ、社長直々に褒められる俺たちがいた。その中には、もちろん福田部長もいる。まだ何も知らない社長は、君の指導がいいからだと、部長のことも褒めている。部長は、さも当然だというように、自慢げに自分の手柄をひけらかしていた。社長室を出た部長は、満足げに。ふう、これで俺の昇進は決まったも同然だな。と、独り言を言った。そして俺たちには、今回たまたまうまくいったからって図に乗るんじゃないぞ。俺から見たら今日のプレゼンなんてとんだ子供騙しに過ぎん。この程度で社長に褒めてもらえるなど俺が上司でなきゃありえない話なんだ。いいか、これからはいつどんな要求をされてもちゃんと答えられるようにしとけよ。そう言って去っていった。やれやれ。俺が呆れていると、雪村さんが俺に向かって頭を下げてきた。赤木さん、本当にありがとうございます。赤木さんがあの時前に出てくれなかったら、失敗をして契約が取れていなかったかもしれません。そう思うと、未だに震えが止まりません。でも、英語だけじゃなく、ヒンディー語に中国語まで流暢に話せるなんて、赤木さんってやっぱり何者なんですか？ああ、実は俺も新人の頃福田部長に同じことをされたんだ。初めてのプレゼンでいきなり英語でスピーチをしろと言われてね。舞い上がった俺はしどろもどろの英語になってしまって大失敗。契約はなんとか取れたものの、準備不足の俺が悪いって部長に言われて、俺は地方へ飛ばされた。当時の俺はトップクラスの大学を出て、出世街道間違いなしと期待されていた。俺もその期待に応えようと懸命になって働いた。だが、それが部長から目をつけられる原因となった。俺は部長に馬車馬のごとく働かされ、睡眠時間もろくに取れずに仕事に追われた。出した業績は部長のものとなり、最終的にたった一回のプレゼンミスで地方の支店へ飛ばされたのだ。後にそれが福田部長のやり方だと知り、どれほど悔しい思いをしただろう。地方に移って最初の頃は何もやる気がなくて腐ってたんだけど、福田部長の舐め切った顔が頭から離れなくてね。このままじゃダメだと思って語学の勉強を始めたんだ。そうだったの。俺が飛ばされた支店のある場所は、米軍基地や大手自動車製造工場があり、様々な人種が集まる人種のるつぼだった。英語は米軍基地の中に住んでいる家族が格安で教えてくれたし、ふらりと入った居酒屋に中国やインドから来た人たちが大勢いたので、彼らに何度もお願いして言葉を教えてもらった。中でもインドから来たルドラさんは地方に飛ばされたばかりで、ふてくされて落ち込む俺の話を親身になって聞いてくれた。酒を飲んでは愚痴を言い、体調を気遣う家族からの電話に寂しくなって泣いた。そんな情けない俺を見ても、ルドラさんは嫌な顔一つせず、いつもそばで励まし続けてくれた。赤木、人生いろいろあるさ。いい時もあれば、ダメな時もある。今は飲め。愚痴ならいくらでも聞いてやる。彼とは気があって、いろんな話をした。ヒンディー語を教えてもらいながら、二人で釣りやうまいもん巡りをしたりした。赤木、お前はいいやつだな。日本人は言葉と本音が違うやつが多いが、お前はまっすぐで信用できるぞ。ルドラさんは優しくて、一緒にいて疲れないし、お金が大好きなところが面白いです。そう、インド人、
みんなお金大好きだよ。でも、面白いことはもっと好きだ。日本の釣り最高。彼は日本での釣りが大好きで、俺の趣味とも合う。俺がいつかはインドの海で大物を釣りたいと言うと、喜んで案内をすると言ってくれた。俺も時間が許す限り彼と行動を共にした。語学教室に通うよりも生の言葉で学ぶのが一番効率が良いというのは本当だった。だから日本人にとっては難しいと言われるヒンディー語も、俺はあっという間に不自由ないぐらいに話せるほどに上達した。おかげさまで今は英語、ヒンディー語、中国語の3カ国語が話せるようになったよ。これからはフランス語とアラビア語も勉強してみたいな。すごい。こんなにできるのになんで隠してたんですか？それは福田部長がまた何か企んでいるみたいだったからさ。あの人は自分の立場を揺るがしかねない有能な新人を片っ端から潰すんだ。俺もあいつの被害者だったからね。俺が地方に飛ばされてからも次々と新人が被害に遭ったって聞いている。じゃあ私も一歩間違ってたら潰されてたってことですね。そうなるかな。だからあいつが何か仕掛けてきたらいつでも対応できるようにしていたんだ。それには実力を隠していた方がいいだろう。そうだったんですね。そうとも知らずに私ったら生意気な態度ばかり取ってしまって。赤木さん、本当にすみませんでした。分かってないのは私の方でした。彼女は今までの俺への態度を素直に謝罪してくれた。けど、福田部長のやり方は許せません。部下の頑張りをすべて自分の手柄にした挙句、使い潰すように無理を押し付けて将来を奪うなんて。そうだな。実は俺がこの部署に来たのには理由があって。そんなことが？私にできることなら何でも協力します。俺は雪村さんにだけある秘密を打ち明けた。それから数日後、本社と取引会社との定例会議の日、この日は珍しく来日している取引会社の社長が会議に出席するという。この日、営業部より営業報告をするように言われた部長は、緊張した面持ちで重役人の前に立つ。福田部長が報告をしようとしたとき、俺は意を決し、一歩前へと踏み出した。部長からの営業報告の前に、私から皆様に重要なご報告があります。第一声を発するとともに、スクリーンにモニター画面を映し出す。会議室が一瞬ざわついたが、俺は英語、ヒンディー語、中国語を交え、福田部長の不正請求について暴露し出した。スクリーンには下請け業者から金銭を授受していた架空口座と、そこから部長の口座へと金の流れがしっかりと記載されている。加えて、銀座のクラブ内で行われていた某企業との裏談合シーンも映し出した。福田部長は下請けの部品工場の単価を無理に下げさせ、請求額はそのまま差額分を自分の懐に入れていた。そして今度はその金で過剰な接待や裏談合を繰り返した。中には会社の品物を不正に横流ししていた形跡もある。やめろ。おい赤木、一体何の根拠があってこんな嘘をつく？嘘ではありません。これらの証拠はすべて本物です。実は、俺の本当の所属は、社長直属の監査部だ。地方の支店で活躍した手腕と、以前福田部長の部下として働いていた経歴を買われた俺は、福田部長の周囲を調べてほしいと、社長から依頼を受けていた。福田部長の怪しい行動が社長の耳にも届いていたのだ。
今回、福田部長の不正の裏取りがスムーズにいったのは、監査部の協力があったからだ。福田部長の顔は真っ青で、額からは冷や汗を流している。皆さん、こんな平社員の話など聞くことはありません。これらはすべて、この男のハったりです。信じてください。俺は何も悪いことはしていない。今更どんな言い訳をしたところで、もうどうにもならないのに、部長はどうやら理解できていないようだ。すると今度は、部屋の中央に鎮座していた取引会社の社長が声を発した。赤木が嘘をつくはずはない。私は赤木の証言を信じる。悪いのはその部長だな。え？あなたは？取引先の社長の席に堂々と座っているのは、俺のよく知っている人物。ヒンディー語を教えてくれたあのルドラだった。その部長の悪評は聞いている。新人を罠にはめ、地方に飛ばしたりするのが得意な人物らしいな。私はその部長が信用できない。よって我が社は、その部長とは取引できないが、そちらの社長はどうするのかな。はい。もちろん当社も厳粛な調査をし、営業第一部の部長には、それ相応の処罰を行いますので、ご安心ください。そうか。なら、今後は、それ相応の担当者を希望するよ。はい。承知いたしました。社長の返事に、福田部長はぐったりとうなだれ、この世の終わりのような顔で会議室を後にした。俺は、ルドラが大手自動車メーカーの社長だとは知らなかったが、今思えば、向こうはこちらの素性を把握していたのかもしれない。酒の席で、俺が福田部長のことを愚痴っていたら、普通なら聞きたがらない愚痴を、根掘り葉掘り聞いてきたことがある。ルドラは会議が終わって帰る際、俺に向かってかっこよく親指を立ててみせた。俺もこっそりとルドラに向かって親指を立ててみせる。互いに笑顔でその場を後にした。その後、俺が監査部に証拠書類を提出し、本部が不正請求に関して詳しい調査をした結果、福田部長の罪が明らかになった。部長は工場長に受注量を減らすと脅し、減らされたくなければ単価を下げろと脅したらしい。結果的に工場長は彼の言いなりになり、不正請求に加担した。社長はその全貌を知り、福田部長を降格し、懲戒処分とした。福田元部長曰く、自分の立場を脅かす存在がのし上がってくるのが怖かったと。だから、頭角を現す前に、その目を摘んでいたという。部長、なんでこんなことを。は、お前らみたいな将来有望な奴らには、俺の不安なんて理解できないさ。部長の座を維持するには実績が必要だった。そのために、あの工場で金を工面しようと思っただけだ。そんなことをして虚しくないですか？俺はあなたに飛ばされた後、懸命に努力してまたここに戻ってきました。でも、あなたはどうです？何の努力もせずに、有能な新人を潰してばかり。あなた自身に残ったものは何ですか？俺はもっと上に行きます。でも、それは自分の力で掴み取ります。あなたのようにズルをしたって自分に何も残らない。あなたも気づいているんでしょう？福田元部長は悔しげに唇を噛み締めながら会社を去っていった。その後、ルドラの会社からは担当者を俺にしてほしいと指名があった。もちろん、ルドラと俺は今でも良い釣り仲間だ。福田部長の不正を暴いた功績を評価され、俺は晴れて営業一部の部長に任命された。赤木部長、昇進おめでとうございます。私は
赤木部長の頑張りに感激しました。これからいろいろとご指導してください。どこまでもついていきます。雪村さんは盲信的に俺を崇拝しだし、語学の勉学に励みながら営業成績を上げていった。俺の営業姿勢を学びたいと後をついて回る。そのうち自分の部屋に帰る時間が惜しいと言い出し、俺の家にまで居ついてしまった。結果的に俺たちは付き合うようになり、今彼女は俺の良き妻となってくれている。俺は左遷されて遠回りをしたと思ったが、それは違う。左遷は俺が成功するために必要なことだった。自分に降りかかることは成功するためのステップなのだ。成功するための近道はない。毎日コツコツとただひたすらに努力していくことが成功への近道なのだ。ゆっくりでいい。俺は自分の気持ちに正直に一歩一歩踏みしめながら人生を歩んでいこうと思う。楽しみにしていた結婚記念日の旅行。素敵な日になると思っていた。それなのにあんなことになるなんて。俺の名前は鈴本哲也。プロのカメラマンをしている。カメラマンになりたいと思ったのは父親の影響だった。父はカメラマンになることが夢ではあったが、経済的な理由から夢を追うことができず、趣味としてカメラをしていた。父親は旅行先でも散歩でもいつでもどこでもカメラを持っている。そんな人だった。そんな父親が撮る写真を初めて見た時の感動を俺は忘れない。幼いながらとても感動した。その写真は夕日に照らされた俺の母親の写真だった。オレンジ色の空の下で笑う母親。目を凝らして写真を見たら、母親の声まで聞こえてくるんじゃないかと思ってしまうほど、温かい素敵な写真だった。俺はそこにはいなかったけど、その瞬間の幸せが伝わるような気がした。その時、俺はカメラマンになりたいと思ったのだ。プロのカメラマンになるために、俺は一生懸命に努力した。プロのカメラマンの下で何年も修行をし、やっとプロのカメラマンになったという時はすでに35歳。夢をとことん追っていた僕は35歳にしても結婚していないどころか彼女もいなかった。そんな時に出会ったのが陽子だ。仕事の関係で出会いすぐに恋に落ちた。彼女はその名前の通り太陽のような人で一緒にいると温かい気持ちになれるのだった。陽子に出会えたことは本当に運命だったと思う。俺は陽子にプロポーズし結婚した。結婚生活はとても幸せだが、お互い仕事が忙しく、時間も不規則なためすれ違いの日々。お互い仕事にも励めて、とてもいい関係だとは思うが、もう少し二人でゆっくり話したり、過ごす時間が欲しいと感じていた。そこで俺は今度の結婚記念日に奮発して旅行へ行くことを提案することにした。毎年結婚記念日はお祝いをするが、旅行は行ったことがなかった。ということで、陽子の行きたいところに旅行に行くのはどうかな。俺が提案すると、陽子は目を輝かせ喜んでくれた。行ってみたいところがあるの。そう言って、陽子が行き先として提案してくれたのは、自然がとても豊かな場所にある高級ホテルだった。俺の財布的に厳しい超高級ホテルだったが、せっかくの大切な結婚記念日の旅行ということで奮発することにした。俺たちは結婚記念日を楽しみに仕事を頑張っていた。特に陽子はとても楽しみにしてくれていた。結婚記念日当日、俺たちは予約したホテルへと向かった。ホテルに到着すると、その外観の美しさに驚いた。ホームページで見たものよりずっと素敵だった。自然豊かで木々に囲まれたホテル。耳を澄ませば鳥のさえずりが聞こえてくる。本当に素敵なホテル。と、うっとりとした表情の陽子。こんなに嬉しそうな陽子を見て、多少無理してでもこの高級ホテルに来れてよかったと思った。俺たちは綺麗に整えられている庭園を通り、綺麗なガラスの玄関をくぐる。
ホテルの外も素晴らしかったが、中もとても見事なものだった。だが、この後俺たちはこのホテルに感動したことを後悔したくなるような出来事にあったのだ。予約している鈴本です。チェックインをお願いします。何なんだこの人は。俺はすぐに不信感を抱いたのだ。俺たちはチェックインをするために受付に行ったのだが、俺たちを見た受付の女性の表情を見て驚いてしまった。まるで汚いゴミを見るような目を俺たちに向けてくるのだった。受付はホテルの顔でもあるのに、この態度は何なんだ？俺は嫌な気持ちになっていた。そして受付の女性は表情を変えずに信じられないことを言った。本日鈴本様というお名前で予約は入っておりませんが。俺は一気に変な汗が出てくる。どういうことなのか。確かに俺は電話をして予約をしたはずなのに、名前がないなんてそんなことがあるのか？いや、そんなはずはないと思うのですが、もう一度確認していただけますか？せっかくの結婚記念日、陽子もとても楽しみにしていたということもあり、俺は食い下がる。だが、受付の女性は、やはり予約は入っていないという。俺がさらに食い下がっていると、ホテルの支配人も出てきた。こちらでも確認しましたが、予約は入っておりません。これは間違いありませんよ。ため息祭りに伝えてくる支配人の態度も相当なものだった。そして支配人は俺たちのことを舐め回すように見ると続けて言った。本当に間違いだと思いますよ。だって、あなたたちのような貧乏人が泊まれるようなホテルではありませんから。帰ってください。これにはカチンときた。俺は間違いではないことを伝えようとスマホの発信履歴を見せようとするが、陽子はそれを察したのか俺の手を止める。そして静かな笑顔を向けながら、もう結構です。と支配人に伝えると、その場を立ち去るように俺を連れて外へ出た。ホテルを出たところで、俺は陽子の顔を伺う。あんなに楽しみにしていた陽子が悲しんでいると思ったからだ。だが、その陽子の表情を見てドキッとした。悲しんでいるような感じではなく、何かを企んでいるような不敵な笑みを浮かべているからだ。そして陽子は静かに冷たさを感じる声でこう言ったのだ。このホテル50億円損したわね。俺はまさかと思ったが、陽子の言った通りになってしまうのだった。ホテルを追い出された俺たちは代わりに泊まるところを見つけようと探していた。けれど当日の予約ということもあってどのホテルもいっぱいだった。大切な結婚記念日なのにこんなことになってと残念な気持ちになっていると、ねえ、ここはどうかな。陽子が見つけてくれたのは近くのキャンプ場だったのだ。確かにいいかもしれないと思い、俺たちはそのキャンプ場に車を走らせた。キャンプ場に到着した時にはすでに夕方になっていて、オレンジ色にキャンプ場が照らされていた。とても綺麗に整備されている印象を受けた。俺たちはすぐに管理棟へ向かい、受付で事情を話した。すると、受付をしてくれた従業員の方もとても優しく接してくれた。それは大変でしたね。よかったら、ぜひここで楽しんでいってください。素敵な結婚記念日にしましょう。このキャンプ場はいわゆるグランピングというもので、テントなどを持ってくる必要はないところだった。管理棟には24時間従業員の方がいるため、安心して過ごすこともできる。キャンプ場内には可愛らしい小さな丸い形のテントが建てられていた。なんと入り口に鍵をかけることができる。テントの中はというと、気持ちがほっとするような、そんな優しい空間が広がっていた。ベッドまでも完備されているという充実さ。すごーい。こんな素敵な場所初めて。陽子も本当に喜んでくれた。そして夕食のバーベキューの材料も美味しいお肉から海鮮や野菜まで全て用意されており、バーベキューの経験があまりなかった俺たちの代わりに
従業員の方が代わりに美味しく調理までもしてくれるという至れり尽くせり状態。鈴本様、結婚記念日おめでとうございます。ささやかではありますが、従業員たちでお祝いのケーキを作らせていただきました。なんとこのキャンプ場の従業員の方たちが俺たちのためにケーキを作って持ってきてくれたのだ。とてもシンプルなケーキだが、温かさと優しさが伝わってくる、そんな素敵なケーキだった。これには感動して、少し涙も出てしまった。俺は陽子とのこの素敵な瞬間を残そうと、写真もたくさん撮った。夕食後は綺麗な星空の下、焚き火を囲んでいろんな話を陽子とした。今まで仕事ですれ違ってしまっていたこともあり、話したかったことがお互いに溜まっていたのか、本当にたくさんいろんな話をした。とても素敵な時間になった。こんな素敵なキャンプ場に出会えてよかった。値段が高ければいいってもんじゃないわね。俺も同意だ。あそこの高級ホテルは外観も内観もとてもゴージャスで素晴らしかった。庭園も美しく整えられていた。けれど、それだけではダメだと感じた。いくら外が美しくても、素晴らしくても、中で働いている支配人や従業員の態度で全てをダメにするのだから。とても残念なホテルだと感じた。人が人をおもてなしする心が最も大切だということを、このキャンプ場に来て改めて気づけたのだった。それに自然のぬくもりを感じることもできた。こうやってお互いに向き合って濃い時間が作れたことに感謝したい。俺たちはとても満足な気持ちになりながらキャンプ場を後にした。後日、俺と陽子は再びあの高級ホテルに訪れたのだった。今回はプライベートではなく仕事で訪れたのだ。今回もあの支配人が出迎えてくれたのだが、俺たちがあの日追い出した客だということには気づいていない。それどころか、さらにおべっかを使ってくる。それもそのはず。今日の俺たちはスーツを着ていて、仕事の大切な取引相手なのだから。俺たちは応接室に通され、オーナーと支配人がやってきた。わざわざお越しいただきありがとうございます。本日はこちらのホテルとの企画は取りやめるということをお伝えするために来ました。オーナーと支配人は陽子のこの言葉を聞き、とても驚いた顔をしている。さっき説明した通り、今日俺と陽子は仕事の関係でこのホテルに訪れている。実は陽子はウェディングプランナーでありながら、大手のブライダル会社に勤めており、この高級ホテルで結婚式と宿泊をセットにしたブライダルプランを計画していたのだった。加えて陽子は有名なウェディングプランナー。多くの人が陽子がプランする結婚式に憧れを持っているのだ。そんな陽子が計画していたこの今回のプロジェクトは、このホテルに最低でも50億円ほどの利益が見込まれると言われていたビッグプロジェクトだった。俺はカメラマンとして同行し、結婚式場の写真を撮ったりする予定だった。結婚記念日の日も、実はこのホテルがどんなホテルなのか視察も兼ねていた。陽子は実際に足を運んで、自分の目で見て本当にいいと思ったものをお客様に提案していた。私たちがこのホテルに訪れた際、このホテルの美しい外観や内観には感動しました。でも、それだけです。支配人や従業員の態度を見て、このホテルは高いだけで、到底お客様に満足してもらえるレベルのホテルではないことを知ったのですから。本当に残念です。俺たちはその日のことをオーナーたちに伝えた。隣に座っている支配人は、やっと俺たちのことを思い出したようで、少し引きつった表情をしている。そんなひどい仕打ちをしていたとは知らなかったオーナーは支配人に激怒。だが支配人は反省するどころか逆に怒り出したのだ。オーナー、あなたには残念です。そんなに頭が悪い人だとは思わなかった。証拠もないこの方たちの言葉を信じるなんてあんまりですよ。激高した支配人は俺たちに証拠はあるのかと詰め寄ってきた。そんな哀れな支配人の目の前のテーブルの上に陽子はさっとボイスレコーダーを置いた。そう、陽子はあの時抜け目なく支配人たちの声を録音していたのだった。あの時の支配人の冷たい声が部屋中に響き渡る。こちらが証拠です。
これ以上あなたが嘘をつくようであれば、この音声を SNS に投稿させていただきます。と、陽子は告げた。これには支配人は言葉にならないようで静かに認めた。このホテルでのブライダルプランを取りやめた陽子は、あの日俺たちに最高の思い出をくれたキャンプ場を会社に提案した。俺はあのキャンプ場で行う結婚式はきっと素晴らしいものになると確信していた。俺があの日撮った写真を見ると、その写真の中にいる陽子がとても幸せそうな表情をしていた。まるで陽子の笑い声が写真を通して聞こえてくるような。この写真、父さんの写真と似ている。写っているものは全く違うけれど、父さんの写真と同じで温かさを感じることができる写真。俺がこんな写真を撮ることができたのも、陽子と俺が本当に幸せを感じていたからだと気づく。今まで撮ったどの写真よりも感情が伝わるような、とても素晴らしい写真だった。こんな素晴らしい写真を撮ることができた。思い出を作ることができたあのキャンプ場。だから必ず多くの人のことも幸せにすると確信していたのだ。そして、陽子の新しい企画は見事に通った。陽子が提案した新しいブライダルプランはたちまち話題になった。陽子の知名度の影響もあったが、何よりそこのキャンプ場の気持ちがこもったおもてなしにみんな感動したのだった。大自然の中で結婚式と披露宴ができるとあって、今では会社で一番の人気プランになっていて好評を得ている。俺たちと同じように素敵な思い出はあのキャンプ場で作ってほしいと俺は願った。そんなキャンプ場が好評なのとは一転して、あの高級ホテルは客足が遠のいていた。実際に近頃ホテルの経営は不調だったらしい。再度訪れてくれるお客様が少ないというところが問題に上がっていたそうだ。あれ以来オーナーは支配人や息のかかった従業員をクビにした。オーナーは心機一転し、今では良心的な心を込めた接客をすることを第一に新しいスタートを切ったそうだ。ぜひお二人で泊まりに来てください。オーナーは陽子と俺をホテルに招待してくれた。当日はオーナーが出迎えてくれて、他の従業員の接客もとても良かった。あの時は本当に申し訳ありませんでした。外観と内観だけが美しいホテルになってしまっていたということに気づかせてくださって本当にありがとうございました。一番大切なのは人の気持ち。それを忘れないでお客様に素敵な思い出を作っていただけるよう頑張っていきたいと思います。もうこのホテルは大丈夫だと俺は感じた。オーナーをはじめ中身も磨かれたこのホテルはまた行きたいと思えるホテルになっていたのだから。人は人の心で動かされる。どんなに外観や内観など外側が整っていて素晴らしくても、思いやりもない人の心が中にあると何も人に与えることができない。そんな残念なものになってしまう。大切なのは人の心だ。何に関しても誰かを思う気持ち、誰かを思って行動する気持ち、それが一番大切なのだ。お金や美しいものだけでは人の心は動かせない。今回のキャンプ場での従業員の温かな対応は、そんな立派な建物より美しい飾り物よりも価値があるものだと感じた。彼らのお客様を幸せな気持ちにしたいという心があったら、どんな場所でも中身のない空っぽな高級ホテルよりも素晴らしい場所になる。誰かの心を動かせる場所になる。そんな風に俺自身も心に寄り添い、人を思って行動できる、そんな人でありたいと強く感じた。陽子と俺は同じ気持ちを胸に、毎日幸せに過ごしている。相変わらずしけた面だな。だっせ。お前、一生彼女できねえんじゃないの？同窓会なんて来るんじゃなかったかもしれない。学生時代、スクールカーストトップのイケメンに再会し、見下される陰キャの俺。学生時代の暗い気持ちを思い出していると、
俺が片思いしていた美人同級生が現れた。彼女はさらに美人になっていて、俺の心臓は跳ね上がる。イケメンが俺と抜け出そうよと彼女を誘うも、聞く耳を持たない彼女。彼女はすっと俺に近づいたと思ったら、ずっと会いたかったのよ。この後予定ある、と耳元で囁かれた俺は、俺の名前は杉本陽太。居酒屋の店長をしている。学生の頃から生活費のためにバイトをしていて、大学に進学せずにそのまま働いている。うちは早くに父が亡くなり、母子家庭で育ち、はっきり言って貧乏だった。俺が高校の時に妹はまだ小学生。妹には中学高校と進学して、できれば大学に行ってほしかった。俺大学には行かないよ。そう母に告げた時は、どこか寂しい顔をした母の顔が、今でも忘れられない。お兄ちゃん、そろそろ時間じゃない？俺が考え事をしていると、妹のひなに声をかけられた。ああ、そろそろ出ないとか。今夜は中学の同窓会だ。正直参加する気はなかったが、案内をひなに見られ、参加しろとせっつかれてしまった。俺は妹に弱い。大学首席で自慢の妹だ。子供の頃、絵に描いたような貧乏生活を過ごしてきたなんて、みじんも感じさせない。それにしてもなんであいつ、俺の初恋事情まで知ってるんだ。きっと、昔の俺は顔に出ていたんだろう。うちの店でバイトしてるんだから、余計なことは言わないことを願うばかりだ。じゃあ、あとは頼むな。はいはい。初恋相手さんによろしくね。思い出すこともないだろうと思っていた片思いの彼女のことをひなに言われたからだろうか。行くか迷っていたとは思えないほど、俺は急いで会場に向かった。会場はおしゃれなバーを貸し切っており、すでに盛り上がっていた。俺はそっと会場に入った。バーらしく少し薄暗かったからか、誰も俺に興味がないのか、声をかけてくる人はいなかった。しかし、店の端のカウンターに腰掛けた途端、がっつり首をホールドされた。やあ、久しぶり。社会人になっても存在感空気すぎんだろ。しけた面に磨きかかってんじゃん。瀬川はいわゆるカースト上位。有無を言わさぬイケメンだ。出席番号が前後だったからか、俺に喋ってくる数少ないクラスメートだった。陽太彼女いないだろ？俺さ、今日は意を決してここに来たわけよ。ちょうど彼女と別れたとこだし、同窓会なんて機会逃せないだろ？当たり前のように俺の独り身を決めつけないでくれ。瀬川には悪気がないから困ったものだ。すると瀬川はさらにホールドを続け、耳打ちしてきた。あそこで飲んでるセクシードレスの美人、見えるか？綺麗な人だけど、誰だ？薄暗い店内でもひときわ輝いて見えた女性。誰かの面影を感じるような気もしたが、わからない。女性は男性より様変わりすると言うけれど、中学生の頃とじゃ比べようがないかもしれない。あれ、小山さんらしいぜ。その名前を聞いた途端、学生時代に戻ったようだった。風に黒髪をなびかせながら本を読む大和なでしこという言葉がぴったりだった。俺の初恋の人。小山玲奈さんだ。しかし、美人には変わりないが、今俺の目に映る彼女は、夜の世界が似合う女性といった感じだった。やっぱ、小山さんがピカイチだな。俺一丁告白してくるわ。こういうのは思い立ったが吉日ってやつだからな。行くぞ、陽太。いや、瀬川何言ってんだ。告白？てか、なんで俺まで。彼女独身らしいけど、さすがの俺も緊張するってことで。陽太なら、影みたいに横にいてくれるだろ？
俺を引き立てろよ。イケメンの余裕というものなのだろうか。理解する暇もなく、俺は瀬川に腕を引っ張られ、会場の中心へ連れて行かれた。周りに注目されているのがよくわかって辛いが、瀬川はお構いなしだ。久しぶり、小山さん。あら、瀬川くんと杉本くん、久しぶりね。会えてとっても嬉しいわ。俺もだよ。いや、超美人になってんじゃん、小山さん。ビビったよ。モテモテだった瀬川くんに褒めてもらっちゃうなんて。同窓会で告白なんて考えられないやつだと、初めは思ったが、影として小山さんと瀬川を見ていると、ありえない話でもないと思ってしまった。俺の片思いは少し歪な形で幕を閉じることになるんだろう。小山さん、こんなとこでなんなんだけどさ。瀬川はついに本題に入る空気を作っていた。ああ、もう帰りたい。もう影はいらないだろう。しかし、ことはスムーズにはいかなかった。別のグループから瀬川は次々にお呼びがかかり、複雑な顔をしながら小山さんに、もう、これからだって時に、小山さん、また後で、と伝えて、一度立ち去ることになった。俺は腕を引っ張られながら小山さんをちらっと見た。彼女は学生時代とは違う、大人な笑顔で瀬川を見送っていた。小山さん自身も引っ張りだこのようだった。もともと隠れ美人と言われていた子が、本当の美女になって現れたのだから、当然だろう。瀬川はようやく解放されて、俺と飲むのもそこそこに機会を伺っていた。そんな瀬川の視線に気がついたのだろうか。いや、明らかに用事があるといった雰囲気で小山さんが来たのだ。小山さん、さっきはマジごめん。いいよいいよ。それより、二人ともまだお酒大丈夫かな。よければお店変えて三人でどうかな。行く行く。なあ、陽太、店探すよ。ありがとう。お店なら大丈夫だよ。ここでもいいかな。おすすめだよ。彼女がそっと出した名刺には、クラブナイトレディと書いてあった。へえ、接待ぐらいでしか行ったことないけど、行こう。知り合いでもいるの？私のお店だよ。どうかな。上目遣いをしながら俺を見てくる小山さんに思わずドキリとしたが、俺は複雑だった。片思いしていた人。記憶の中の大和なでしこは本当に変わってしまっていたようだ。職業のことじゃない。これじゃ営業じゃないか。そんなことする人じゃなかった。いや、変わっていくのなんてみんな同じか。なんか冷めちゃったな。俺は瀬川についていくだけ。それでもう終わりにしようと誓った。杉本くんは居酒屋さんだから私よりお酒に詳しいかもね。いや、チェーン店だし、学生ばっかだし、別にそんなに。クラブでの小山さん。いや、ひなのさんは一層輝いて見えた。キラキラな服装と少し儚げな表情が彼女を魅力的に見せていた。酒も入っていたからか、陰キャらしからぬ身の上話なんかもしてしまった。しかし、気が大きくなっていたのは、俺だけじゃなかったらしい。瀬川だ。ひなのさん、俺と付き合ってください。瀬川はパリピではあるが、常識はあるやつだ。いくら酔っていたとはいえ、きっとここしかないと思ったんだろう。俺は、立って手を前に突き出している瀬川のまっすぐさを、少し羨ましく思っていた。自分には到底できない。少しの沈黙の後。瀬川くんってば盛り上げ上手なんだから、イケメンにそんなこと言われたら照れちゃってお話できなくなっちゃうよ。シャンパン飲んじゃおっと。手で可愛く顔をパタパタしながら、小山さんは瀬川が傷つかないように断った。そのうまいひなのとしての断り方に、店中が瀬川への励ましで盛り上がったほどだった。学生時代では考えられないことだ。相手が小山さんとはいえ、瀬川の振られる姿を見ることになるなんて。それから数時間後、
上機嫌で酔いつぶれた瀬川を抱えながらお店を出ようとすると、小山さんが息を切らせてやってきた。また来てね。今日は久しぶりに会えて嬉しかったよ。その言葉と一緒に、そっと渡された小山さんの連絡先。これって。杉本くんは特別だから。そう言うと、名残惜しげに俺の目を見つめる小山さん。これも営業なのか？片思いは終わったとか、自分に言い聞かせておきながら、心臓の鼓動は高鳴り続けている。あの瀬川の振られ方を見ていたのに、俺は何を期待しているんだ。彼女は仕事を全うしているだけなんだ。特別なんてありえない。散々言い聞かせた。けれど、見ていただけだった小山さんのことを知りたい気持ちの方が勝ってしまい、俺は彼女に連絡を入れた。後日、俺と小山さんは近くのカフェで会うことになった。デートということでいいのだろうか。服を悩むだなんて初体験で、ショート寸前だった俺は、ひなの着せ替え人形となり、1時間も前に着いてしまった。せっかく選んでもらった服も、だんだん滑稽に思えてきて、また帰りたくなってきた。連絡したのは俺からなんだから、俺がリードしないと。いや、彼女の方が慣れているに違いない。そもそも、仕事前とはいえ、大人のデートは昼なんだろうか？ああ、誰か助けてくれ。結局俺は5分遅刻をした。本当に情けない。小山さんは笑いながらケーキのおごりを要求してきた。同窓会とは違い、露出の少ない可愛らしい服を着て、ショートケーキを美味しそうに食べている彼女は、なんだか学生時代と重なるところがあった。お昼に出かけるの久しぶりなの。やっぱり気持ちいいね。わかるかも。俺も仕事夜だから、普段寝てる時間だし、嫌味に聞こえてしまったかもと、内心ハラハラしたが、小山さんは私も一緒だと笑ってくれて安心した。驚いたかな？急に働いてるクラブへ連れて行ったりして。いや、少しかな。でも小山さんはやっぱり美人だなって。ごめん。憧れだった人と何年越しかのデートに、俺は思ってる以上に緊張しているようだ。陰キャに拍車がかかってもうめちゃくちゃだ。やっぱり優しいね、杉本くんは。外を眺めながら、小山さんはぽつりぽつりと話し出した。私ね、中学卒業してすぐ父が亡くなって、そのまま母も病気になって、頼れる人もいなくてさ、入院費と妹の大学費用のために今の仕事してるの。大人になった小山さんの姿から勝手に作り出した俺の想像とは、かけ離れた話に俺は口ごもってしまった。誰かのためにひたすらに我慢してきたのだろうか。その姿はまさに、ごめんね。杉本くんってお兄ちゃんだからかな。つい話しちゃった。コーヒーおかわりする？その姿はまさに俺だった。自分が頑張ると決めていたはずなのに、辛くて少し虚しさが急に襲ってくることがあった。手を差し伸べられても、笑って問題ないと言うしかできなくなっていた。小山さんの癖になっているような笑いには、俺と同じ、そんな頑固さと不器用さを感じてしまった。それで今の仕事やってるんだ。仕事、辛い？どうかな。運よくいいお店に入れたし、母のこともだけど今は妹の幸せが何よりも大切。妹さん？うん。今大学生なんだよ。私の学生生活は中学生で終わってしまったから、妹には苦労させたくないの。青春ってやつかな。思いっきり楽しませてあげたい。俺はまた心臓が跳ね上がって、今にも泣いてしまいそうだった。あまりにも小山さんの気持ちが分かりすぎたからだ。俺と同じだったからだ。気持ちが溢れすぎて、大変だったんだねなんて言葉しか出てこなかった。彼女の気持ちが痛いほど分かってしまったからだ。
妹の幸せが自分の幸せだと言い聞かせすぎて麻痺してしまっている。確かに妹が元気に過ごしていると救われる気がしていた。それは事実だ。けれどあの時、俺なんかに身の上を吐露した彼女は、心のどこかで誰かの手が差し伸べられるのを待っているような気がした。その後、他愛もない会話でも、俺は小山さんと連絡を取っていた。彼女の身の上を聞いて、自分と同じところがあると親近感が湧いた。そんなある日、仕事の関係で早めに家を出たものの、早々に終わってしまい、俺は出勤時間までふらふら散歩をしていた。ひなに勧められたカフェでも探してみようか。すると、目の前を少しおぼつかない足取りの女性がいた。小山さん？そういえば、ここはクラブナイトレディ付近だった。ちょうどよかった。まだ時間があるなら、そのカフェにでも誘ってみようかとも思ったが、どうにも様子がおかしい。駆け寄ったその時だった。どさっと小山さんが倒れた。小山さん、大丈夫か？杉本くん、なんで？いいから。頭打ってないか？起きられる？ちょっとめまいがしただけ。ありがとう。大丈夫だよ。もうお店だから。焦りすぎて気がついていなかったが、ナイトレディの前で俺は大声を出していたようだ。オーナーらしき人が店から飛び出してきた。ちょっと店の前で何事？ひなのちゃん、どうしたの？大丈夫です、オーナー。ちょっと転んだところを助けてもらって。杉本くん、ありがとうね。じゃあ、私行くね。いや、病院に。俺の言葉を遮るように、小山さんは言ってしまった。君、ひなのちゃんの彼氏？いや、同級生、友達です。君からもさ、ひなのちゃんにそれとなく言ってやってくれよ。俺が言っても点で聞かないんだよね。オーナーの話によると、ほぼ休みなしで働いていて、最近掛け持ちも始めたとのことだった。休みを取れと言っても、妹に自分と同じ苦労をさせたくないの一辺倒だそうだ。俺は後のことは任せて仕事へ行った。もちろん遅刻したが、初めての遅刻だったので、スタッフのネタになってしまった。そんなことがあったんだ。お兄ちゃんが店に連絡入れるの忘れるくらいだもん。相当だね。相当ってなんだよ。相当助けたいんだね。小山さんのこと。自分の妹ながら嫌な感じの含み笑いをしている。そんなの力になりたいって思うのは当たり前だろう。小山さんのこと、支えてあげなよ。好きな人ならさ。そうだよな。好きな人？お兄ちゃんバレバレだよ。大丈夫。イケメンじゃなくてお兄ちゃんに連絡先くれたんだもん。相当脈ありだよ。おい。なに店長の初恋の続きっすか？俺の店長としての威厳はもともと皆無だが、この雰囲気に救われたりもする。小山さんにとって、それは妹の存在なのだろうか。1ヶ月後。店長、面接の子来ました。ありがとう。今日は久々の面接だ。ひなと同じ大学の子だったが、俺には少し気になる部分があった。お待たせしました。店長の杉本です。本日はよろしくお願いいたします。彼女はハキハキとしていて、笑顔で、接客業にぴったりだった。もちろん採用だ。面接も終わりに差し掛かった頃、悩んだが俺は、慣れないフランクな笑顔と口調で聞いてみることにした。面接は以上で終わりです。ところでなんだけど、もしかして履歴書にある同居の姉って、小山玲奈さんだったりする？面接であまりプライベートに突っ込むのは良くないと分かっていたが、聞かずにはいられなかった。あの小山さんが自分の全てをかけて守っている妹かもしれないんだ。この小山レミさんは。はい、姉だと思います。知り合いなんですか？嘘、すごい偶然ですね。やっぱりそうだったんだ。同級生なんだよ、俺。じゃあ、今日はお疲れ様でした。合否は後日に。ありがとうございました。
元気よく挨拶して去っていく彼女。小山さんが守りたいって思う気持ちが少しわかった。あんなにいい子なら、そう思うだろう。俺だってそうだ。市場を抜きにしても、小山レミさんは働いてもらいたい人材だ。彼女がバイトとして働いてくれれば、小山さんの負担は減るだろうか。後日、俺は小山さんに妹を採用したと伝えた。小山さんは面接の件も知らなかったらしく、少し困惑しているようだった。小山さんとしては、妹に何不自由ない生活をさせてあげたいらしいが、社会勉強になるさ、と諭した。実際そうだと思っているが、もう彼女の倒れる姿なんて見たくなかったのが本心だ。小山さんの力になれることがあるかもしれないと、俺は息巻いていた。しかし、そんなタイミングで、他県の店舗からヘルプ要請が来てしまった。つまり俺は2週間店を離れることになった。幸いうちは勤務年数の長い子が多いし、何かあれば近くに別店舗もある。レミさんもしっかりしているし、俺は後ろ髪を若干引かれつつ、彼女の新人研修の手順を組んで出張へ出た。みんなのことも気になったが、ヘルプ先でクレームを出させるわけにはいかない。俺は小山さんを見習え、と自分に言い聞かせながら働き、店には進捗確認のメールを送っていた。なんとか2週間働き終え、ひなにメールをすると、いつも以上に即返信が来た。なんだよこれ。冗談だよな。到底信じられない内容を見て、俺は一刻も早く帰るため、新幹線に飛び乗り、まだ皆残っているであろう店へ向かった。ひなやスタッフから話を聞き、レミさんと再度面談をすると決めた。翌日、出勤時間ギリギリに彼女は来た。店長、お帰りなさいです。すみません、ギリギリになってしまって。お話って何でしょうか？俺研修に立ち会えなかったからね。話を聞こうと思って。レミさんは完璧だった。みんなが話していたのは、本当にこの子のことなんだろうかと疑ってしまうほどだ。店長と面談はわかるんですが、杉本先輩もですか？私は必要だからいるの。我が妹は本当に肝が据わっている。そうですか。で、お話とは？俺は深呼吸した。時々、小山さんの顔がちらついてしまったが、ここははっきりしないとダメだ。小山さん、お客さんを大切にすることは間違っていない。でもね、仲間を大切にできないのはダメなんだよ。あなたさ、平気で消えろだのゴミだの、スタッフに言うのなんで？キッチンに帰ってくるたび、だるいうざいって、みんなうんざりしてるんだよ。で、すんと人格が変わったように、彼女から表情が消えた。かと思うと、勝ち誇るような顔でまくし立て始めた。で、私クレーム出てます？それに新人ですよ。新人いじめですか？てか裏でちょっとだけ毒吐くだけじゃないですか。ノリでしょ？それくらい普通に返せないとか、そっちの方が器小さくありません？理解が追いつかない。ひなから連絡をもらった時以上に頭が混乱していた。これをノリだと言い切り、非はすべてこちら側にあると思えるのか、これが本心。これが小山さんの大切な妹。君ね、と俺が言った瞬間、食い気味に彼女が言った。あと姉にも言っといてよ。あんたのせいで私は不自由。人生めちゃくちゃだってさ。杉本くんって店長のことでしょ？同窓会の話、聞いてもないのにしてきたんだよね。店の詳細まで言っちゃってさ。笑えるんだけど。この目の前の子は、本当に小山さんが幸せにしたいと願った妹なんだろうか。倒れるまで働いてでも守りたいものだったんだろうか。俺の混乱は続き、彼女の演説を聞くだけになっていた。あいつのね、守ってやるみたいな振りがムカつく。どこが守ってるって？自分は好きな化粧品いっぱい買うくせに、私の推し活には出せる金ないからってお金ケチってさ、
自己中もいいとこでしょ。みんなはめっちゃ好きなように遊んでんのに、私には働けっての？そもそも。最後には詰まり物を吐き出すように、彼女は言った。中卒の姉がいるってだけで人生終わってんの。彼女は軽く息を吐き、今度は小馬鹿にしたような笑いを浮かべた。今時大学まで行くのなんて普通でしょ？それが中卒ですよ。学校サボってたやつから、レミのお姉ちゃんコンビニで働いてたけど、高校行ってないの？とか聞かれて、そんな話になるとね、みんなやべって顔して話そらすんですよ。惨めだと思いません？わかるんだよ。ああ、こいつ貧乏だったわって思ってるって。別に欲しくないから買わなかっただけなのに、貧乏だからかって決めつけられて、何をしてもついてくるのよ。貧乏だから貧乏だから、小山は貧乏だからって、見えない誰かたちと小山さんを攻撃するように、レミの言葉はトゲだらけだった。その勢いのまま、今度はそばにいたひなの方へ視線を向けて笑いかけた。杉本先輩わかりますよね。私の惨めな気持ち。店長も高卒でしょ。こんな兄がいたんじゃ恥ずかしいったらないわよね。ひなは何も言わず、ただ小山レミを睨みつけていた。ああ、先輩なら私の気持ちわかると思ったのにな。いい子ぶるのもいい加減にしないよ。あんたの面見てると、こっちまでイライラしてくる。バチン。言い切るまでもなく、ひなの平手打ちがレミを吹っ飛ばした。何すんのよ。お兄ちゃんをバカにする奴は絶対に許さない。大切な時間を全部私のために使ってくれた。あんたみたいな嫌がらせする奴がいても、私のために我慢してくれた。あんた、お姉さんが何をしてくれているのか何も知らないんでしょ？何も知らないのに大切な家族をバカにする奴は。ひな、もうやめろ。ひながもう一度振りかぶったところで、俺はひなの腕を取った。そして、唇を噛み締め震えている妹を抱きしめて止めた。私やめます。止める理由ないですよね。もともと働きたくなんてなかったし。転んだ椅子を直し、出て行こうとするレミに、俺は何も言えなかった。パタンと戸を閉めレミが出て行くと同時に、ひなが号泣しだした。こんな泣き方をするのは初めて見た。あんなに怒ったひなを見たのも初めてだったが。お兄ちゃんごめん。ごめんなさい。私悔しくて、お兄ちゃんのことは、あんな風に。ひな、ちゃんとわかってた。お兄ちゃんが大学行きたかったってこと。私のために全部犠牲にしたってことも。でも、いつも笑ってくれるお兄ちゃんにありがとうも何も私言えなくて。もう泣くな。ひなは笑ってなきゃだぞ。ありがとうな、ひな。泣きじゃくるひなの頭を撫でた。小さい頃からいつもこうやって撫でていた。やっぱり大きくなっても妹は妹だななんて改めて実感してしまった。小山さんもそのはずなんだ。店長、そろそろ店出られそうっすか？さっき小山帰ったみたいっすけど。ごめん、すぐに出るよ。小山さんに妹を採用したことは話しているし、辞めたことを伝えないといけない。どう伝えればいいのか、今は言葉がまとまりそうになかった。結局、俺は小山さんに一連のことをどう説明すればいいか決めきれないでいた。けれど、時間もかけられない。俺の足はあの店へ向かっていた。というのも、小山さんからの既読がつかないからだった。レミの件ではなく、体調は大丈夫かと送った件が一向に読まれていないようだった。ひょっとしたら、もう妹から話を聞いたのかもしれない。ああ、この間の兄ちゃんじゃないか。ひなのちゃんかい？オーナーさん、どうも。はい。いますか？オーナーは眉をこれでもかと寄せ、俺を見ては空を見てを繰り返し、とうなっている。あんたなら、ひなのちゃんも怒らんだろうし、いいか。何なんですか？実はひなのちゃん、ついに救急車で運ばれちまって、
病院どこですか？俺はすぐにタクシーを捕まえて病院へ向かっていた。オーナーによると、説得して休みを取らせたが、次の日出勤と同時に倒れてしまったそうだ。何も力になれない自分が悔しい。今は妹の話より、小山さんの回復が優先だ。俺は深呼吸を2回して、ドアを開け、カーテン越しに声をかけた。小山さん、杉本です。杉本くん、どうぞ。え？オーナーが連絡をくれていたのよ。どうぞ。小山さんのいつもの笑い声にほっとして、俺はすすっとカーテンを開けた。そこには、点滴をつながれ、少しやつれた小山さんがいた。わざわざありがとう。心配かけてごめんね。いや、こっちも急にごめん。どう？体調。お見舞いのテンプレ会話しか浮かばず、俺は急に情けなくなってきた。俺が来たところで、小山さんの休息時間を割いてしまっているのでは？一旦帰った方がいいと結論を出したところで、帰ってきた小山さんの言葉は、全くテンプレではなかった。体調、疲れたね。とても疲れた。てっきり大丈夫だよとか、早く退院したいなとかが返ってくると勝手に思っていた。その言葉を聞いた途端、下を向いていた顔を思わず上げた。そこにいたのは、窓のない壁を寂しげに見つめ続ける小山さんだ。杉本くん？え？壁を見つめ、瞬きをしているのかわからないほど、うつろな目で、小山さんは話し出した。同窓会の時、私のことどう思った？前も言ったけど、美人だなって思ったよ。小山さんは壁から目を離して俺を見た。わかっていた。答えはこれじゃない。俺が感じていた、もう一つの方だ。営業みたいだって思ったよ。実際営業だった。少しでもお客を捕まえていこうと思っていたの。同窓会なのに最低だよね。瀬川くんにも悪いことしちゃった。瀬川のことは、否定したくても口を挟めなかった。他にも、自分の会社アピールしてる奴なんてたくさんいたんだ。小山さんは最低でも何でもない。必死だったの。お店でトップを取っていてもお金はもっといる。私はどう思われても構わない。妹を幸せにするためなら何だってできた。杉本くんなら分かってくれるよね。何も知らない人が聞いたら、彼女の言葉の意味は分からないだろう。だけど、俺には分かった。痛いほど分かった。いや違う。きっかけは俺だ。俺が壊してしまったんだ。二人のギリギリの均衡を、俺が崩してしまったんだ。あの日、オーナーに休めって言われて、お昼のバイトが終わった後に杉本くんにお礼を言おうと、手土産を持ってお店へ行ったの。まだ開店前だったから、少しうろうろしてて、裏手からレミの声が聞こえた。あれはレミだよね。レミが言ったんだよね。戻りたい。あの時に戻らせてほしい。ちゃんと窓も閉めて、ちゃんと冷静に話せるようにするから。俺の頭は彼女の言葉を聞くことに限界を迎えていた。姉のせいで不自由だって。私は自己中に遊んでて自分は遊べないんだって。中卒が嫌だって。そんな姉が恥ずかしいって。全部私のせいだって。レミ言ってたんだよね、杉本くん。私の今までは何だったの？小山さんは叫ぶように俺を問い詰めて、涙と声が枯れるまで泣き続けた。同室の人もおらず、何もできない俺しかいなかったから、彼女を止める人はいなかった。長かったようで、短い時間が過ぎた。すぐに看護師さんが様子を見に来たからだ。小山さんは泣き止んでいて、顔だけ布団に突っ伏していた。俺は彼女の手を握っていた。看護師さんは、また来る、と、俺にジェスチャーで伝えて、病室を後にした。小山さん。返答はない。小山さんが俺に連絡取ったのって、俺も似た境遇だったから、だよね。
それ正解だよ。どういう意味？それは一生閉じ込めておくつもりだった気持ちだ。汚い感情。ヒナを苦しめる感情。けれど、今の小山さんに聞いて欲しかった。どうして俺だけなんて何度も思った。周りの奴らが羨ましくて、憎らしくて、ひどい時はヒナさえ憎かった。うん。綺麗な心の自分を、優しい心の自分を作った。うん。本当は、大学生やってみたかったんだ。うん。握っていた手が、握られる手にいつの間にか変わっていた。陰キャの俺がこんなにスラスラ話せるのが自分でも不思議だ。きっと自分の代わりに小山さんが泣いてくれたからだろう。小山さん、もう自由になろう。十分頑張ったんだ。私、でも、やってみないとわからないこともあるさ。泣き晴らした目をした小山さんは少し驚いたように俺を見ていた。その時自分が人の顔、ましてや小山さんの顔を見つめながら話していたことにようやく気づき、思わず目をそらしてしまった。杉本くんって、そんなキャラだったっけ？いや、居酒屋にはいろいろあるからさ。何それ？空気も読まず、俺はドキドキしてしまった。それは、つきものでも落ちたかのように、屈託なく笑う。とても可愛い女性が、俺の手を強く握っていたからだ。小山さんの退院後、俺たちはカフェにいた。以前小山さんと一緒に来たカフェだ。違うところといえば、横隣に座っていることと、会話がないことだ。俺は自分で言い出したこととはいえ、緊張していた。小山さんは、見た感じ普通だ。大丈夫？杉本くん。大丈夫だけど、大丈夫？俺がわけのわからない返しをしてしまったところで、彼女は来た。てか、なんで元店長までいるわけ？私がついてきてもらったの。レミ、コーヒーでいい？いらない。さっさと終わらしてサークル合流したいんだけど。とんでもない雰囲気だ。レミという人間は、もともとこういう感じなんだろうか。そう思うと、途端にヒナに感謝したくなった。これからどんな雰囲気になろうと、これは小山姉妹の問題だ。俺は見届け人として、口出しは厳禁だと改めて誓った。レミ、今までごめんね。はぁ？意味わかんないんだけど。何？お金くれなかったこと？そもそも貧乏なこと？そうじゃない。今まで話し合ってこなかったこと。何それ？俺はレミの物言いに少し違和感を感じつつ、ひたすらにじっとしていた。レミには苦労させたくなかった。だから何も言わずやりたいことをやらせてあげてた。何も知られたくなかった。だから？小山さんが俺の方をちらっと見た。俺は、コクンとうなずいた。大丈夫、やってみよう、と。終わりにしたいの。はっきり言ってくれない？時間ないって言ってるよね。大学へは、奨学金で行って。用紙は取り寄せたから。自分の使うお金は自分で稼いで。お母さんのことは私が何とかする。妹の方をじっと見て、小山さんは目の前に封筒を差し出した。それを見ることもなく、レミは窓の方へ目をやっていた。しかし、空気は突然動いた。レミは表情を変えることもなく、封筒をカバンに入れ立ち上がった。レミ、それでも私はあなたのちょうどよかったわ。助けてあげてます、みたいなの、うんざりだったんだよね。レミ、彼氏と話して家も出るから、これで十分でしょ。じゃあね。振り向かず立ち去ろうとする姿。あの面談の日の姿と重なった。あの時は何も言えなかったけど、今俺には言わないといけないことがあった。小山レミさん、まだなんかあんの？元店長。さ、君もしかして、病院での話聞いてたんじゃないのか？俺が小山さんのお見舞いに行った日だ。
帰るとき看護師さんに、妹さんは一緒じゃないのかって言われたんだ。来てたんだよね。その時話を。何の話？知らないんだけど。相変わらず、彼女は振り向かなかったが、カバンをぎゅっと握りしめ、肩を震わせていた。レミ？口出し現金を破って聞いてしまった。俺がまた姉妹の関係を崩してしまうかもしれない。ただどうしても、レミの雰囲気があの面談の時と違うように見えて仕方がなかった。見えなかった姉妹というのを、今は少し感じる気がしていた。杉本家ってうざいやつばっかじゃん。ほんとうざい。レミ？ねえ、もういつ会うかわかんないし、言っとく。今まで何も知らなくて、知ろうとしなくて、ごめんなさい。ありがとう。お姉ちゃん、ありがとう。気がつくと、横にいたはずの小山さんは駆け出していた。振り向かず肩を震わせているたった一人の妹のもとへ、大きなカバンごと、後ろから抱きしめた。いいんだよ。だって、お姉ちゃんだもん。お姉ちゃんごめん。ごめんね。私恩返しするから。大学もちゃんと行って、頑張るから。うん。意地でも振り向かず、泣きじゃくるレミを見ていると、泣いた後布団に突っ伏していた小山さんを思い出した。きっとあれが本当のレミで、小山姉妹の形なんだろう。俺の方は意図せず緩んでしまった。何笑ってんのよ、元店長。いつの間にか振り向いていた小山姉妹に驚いて、俺は椅子から転げ落ちそうになってしまった。杉本先輩に言っといてよ。平手打ち、結構聞いたって。あと、次の首席は私が取るってさ。おう。自信満々な、くしゃっとした笑顔を向けて、レミは去っていった。一見落着かどうかはこれからの小山姉妹が決めることだ。そしてそれは、俺にとってもそうだろう。俺と小山さんは、向かい合わせに座り直し、言葉もほどほどに、窓から空を眺めていた。数ヶ月後、店長、本社からメール来てるっすよ。ああ。店舗宛てに来る本社メールの内容は大体決まっている。お客様のご意見ってやつだ。店員の陰キャに磨きがかかってる。陰キャ店長頑張ってた。これはクレームなのか？お褒めの言葉ってやつなのか？これの報告書を書かないといけないことを店中に貼りたい気持ちでいっぱいだ。お褒めの言葉ですよ、杉本店長。小山っち、3番オーダーお願いしますっす。はい、喜んで。あの日から数ヶ月、俺の環境は目まぐるしく変わった。店長には変わりないが、エリアマネージャーに昇格した。ひなは早期卒業者として推薦を受けられそうだ。ほんと、自分の妹とは思えない優秀すぎる子だ。だが最近愚痴が増えた。同じ成績上位者で、やたらと絡んでくる子がいるそうだ。名前は言いたくないそうだが、もちろんあの子のことだろう。たまに電話で激論を交わしている。そして、一番変わったことは、小山っち先に休憩いいっすよ。俺風紀委員任されたんで、イチャつきは5分でよろしくっす。おい。はい、喜んで。彼女がうちで働き始めたことだ。クラブを辞めて、今は資格学校に通っている。ネイリストになるのが夢だそうだ。私、仕事とプライベートはしっかり分けるので。なんでそう。恥ずかしくないのか不思議だよ。彼女というのは、彼女という意味であって。俺と小山さんは今そういう関係だ。いろいろあったが、俺にとっては変わらない初恋の人。しっかり時期を見て、気持ちを伝えるつもりだった。少し時間が経ったとはいえ、その時のことは、今思い出しても恥ずかしい。小山さん、笑っていてくれますか？急に恥ずかしいな。こう？間違えた。言葉が足らなすぎた。しまったと、頭が真っ白になってしまったが、
俺を見つめる柔らかい笑顔を見たとき、勝手に口が動いてしまっていた。俺の横でずっとです。あなたが好きです。あの瀬川の玉砕を目の前で見ていた分、OK してくれたことが俺は不思議でならなかった。そうこうしているうちに閉店時間を迎えた。作業を終え、俺は小山さんと店を出た。夜で暗いのが幸いだ。顔が赤くなっているのもバレないだろう。小山さんと付き合っているという事実にまだ慣れない。些細なことにドギマギしてしまう。杉本くんってば、聞いてる？ごめん、なんだっけ。もう、私の名前の話、まだしてなかったよね。名前？レナ？そっちじゃなくて、ひなのの方。そう。それは初めから気にはなっていた。偶然といえばそれまでだが、元同級生が妹とほぼ同じ名前を源氏名にしていたこと。瀬川ですら気にしていたくらいだ。俺の同級生でひなの名前を知っている奴は実は多い。俺は相変わらず下を向きながら聞いてみた。もしかしてひなから取ったの？違うかもだけど。それ正解だよ。ひなちゃんから借りちゃったの。ごめんね。いや別に。でもなんで？確かにあれは少しは印象に残る出来事だったかもしれない。でも俺と小山さんは単なるクラスメートだった。聞いてみたものの特に意味はないだろうと思っていた。中学の卒業前だったね。高校生になったらってお題で一人ずつ発表することになって。みんなめんどくさそうだったな。だね。勉強頑張る、部活頑張る。そんなのばっかりの中、杉本くん言ったんだよ。俺は妹のひなを幸せにします。ああ、これもまた思い出すと恥ずかしい。俺はさらに下を向いてしまった。気持ちは変わらずとも、言い方ミスっているだろう。俺の発言の後、クラスの陰キャが急にそんなこと言い出したから、教室は嫌ないじりの盛り上がりを見せたんだったっけ。確か瀬川くんが、なら陽太が幸せにしたひなちゃんと、俺は結婚しますって言って、和ませたんだよね。あいつのああいうところ、尊敬するよほんと。ふと、小山さんが立ち止まった。あの言葉に救われたの。あの時の私は、その後自分がどうなるかなんて、夢にも思ってなかった。あ、そうか。その後小山さんは父親を亡くしたんだもんな。不安と汚い気持ちでいっぱいになった。そんな時、いつも浮かぶのは、堂々と妹を幸せにするって言い切った杉本くんだったんだよ。だからね、私も幸せになれるって思いも込めて、ひなのにしたの。そうだったんだ。うん。私の初恋に狂いはなかったね。一瞬思考が停止したが、カバンの中のスマホが震え続けていることに気づき、そっちを優先することにした。なぜだか汗が止まらない。そんな俺を相変わらずの綺麗な笑顔で小山さんは見つめている。着信すごいな。あ！どうしたの？瀬川に俺たちのこと言ってない。小山さんの店に行こうって。うわ、また電話かよ。どうしよう。私たちのこと、瀬川くんによろしくね、陽太くん。大切な人のために生きることだけが、俺の人生だった。それで終わっていいと思っていた。それを否定するつもりはない。けれど、ほんの少しだけ飛び出してみたら、そこには想像もしなかった世界があったんだ。俺にとっての大切なものは、たくさん増えてしまったけれど、その中に自分自身もいることを忘れずに生きていこうと思う。きっとそれが、自分の気持ちに素直になるってことのはずだから。